こんにちは。ニュージーランド在住で車好きのせいです。今回はロータリーエンジンを搭載した最後のモデルとなっているマツダの RX-8 についてレビューしてみたいと思います。では早速行ってみましょう。まずこの車に搭載されているロータリーエンジンというのは、詳しく説明すると長くなってしまうので、簡単にその特徴だけをお話しすると、同程度の出力のデシプロエンジンと比較して軽量かつ小型なんですね。これはスポーツカーとしてはとても重要な要素で、車全体の重量が軽い方が加速も良くなるし、遠心力が弱くなる分コーナリング速度も上がるんですね。そして当然ブレーキングの時にも有利になります。より短い距離で止まれるようになるんですね。そしてさらに小型ということは、より自由なエンジンのレイアウトが可能になるということです。なのでこの車も車体の中心寄りの下の方に搭載されています。なのでボンネットを開けてもエンジンが直接見えないんですね。エンジンの上の方に補給類がいろいろ来ていて、直接はちょっと見にくい状態になっています。それだけ小型ということでもありますね。あと気になる燃費の方なんですが、これはだいたい街乗りでリッター6キロから7キロ、遠出した時でリッター9キロから10キロ程度といったところですね。そしてロータリーエンジンといえばやはり耐久性が気になる方が多いかと思いますが、この RX-8 に積んであるレネシスエンジンというモデルからはアペックスシールの耐久性も大幅に向上しているんですね。何かの専門誌で読んだ時には35万キロまでオーバーホールなしで回り続けることができると書かれていました。実際私はこの車を約6年前、走行距離8万キロの時に購入したんですが、その時はエンジンも含めて他の場所も何の問題もなく良好な状態でした。それから6年かけて約3万キロほど走行して、今は11万キロを超えているんですが、未だにエンジンの方は問題なく気持ちよくきれいに回ってくれています。そしてエンジンオイルですね。 RX-7 までの頃はオイルが消費されるのが当たり前という感じで、ロータリーエンジンといえばオイル交換時期が来る前にオイルを継ぎ足すもの、それが普通だという認識の方も多いかと思うんですが、この8のレネシスエンジンに関しては全くオイルが減っていません。もちろん構造上わずかながらエンジンオイルを燃焼室内に噴射しているんですが、オイル交換時期の来る5000キロまでの間、目に見えたオイルの消費というものがありません。そしてトランスミッションなんですが、私が乗っているこの車は6速のオートマチックでパドルシフト付きです。 RX-8 の初期のモデルはオートマというと4段しかなかったんですね。なのでちょっとスポーツ走行をするにはいまいちといった感じだったんですが、この2007年のモデルから6速オートマが採用されました。ちなみに私が乗っているこの車は2007年式で前期型と呼ばれるモデルですね。ちょうどこの次のモデルの2008年式から後期型に切り替わりました。実際にこの車を運転してみると感じるのが、その圧倒的なフロントの軽さです。ちょっとした交差点とかを曲がるだけでもフロントの軽さをとても実感します。私も初めて乗った時はもうまるで
何も前に乗ってないんじゃないかって思ったぐらい軽いんですね。私の車好きの友達にも何人か乗ってもらったんですが、やっぱりみんなフロントの軽さに驚きますね。中には路肩に止めた状態から発進して車線にスッと復帰しただけでおおって思わず声を出してしまった人もいるぐらいなんですね。このステアリングに対する反応の良さ、回答性の良さっていうんですかね。こういうのは他には MR レイアウトの車でないと味わえないようなものなんじゃないでしょうか。次に加速性能に関してなんですが、低回転から高回転域レッドゾーンまでですね、ずーっとストレスなく回転が上がっていきます。たまにスポーツカーでも3000回転4000回転あたりで苦しそうな音を立てて、そこからエンジンの回転の伸びが悪くなるなんていうことはあるんですが、この車に関しては7500回転のレッドゾーンを通り過ぎてレブリミットが作動するまでずーっと滑らかに一定の力でどんどん加速していきます。そしてその加速をしている時のフィーリングがとても気持ちいいですね。この車のエンジンはターボがついていないので、体がシートに押さえつけられるようなそんなすごい加速というのはないんですが、何て言うんですかね、体全体がシートにじんわりと押さえつけられて、ぐーっとどこまでも伸びやかに加速していく、そういう気持ちよさがありますね。次にブレーキング性能に関してなんですが、かなりしっかりとしたストッピングパワーがあって、峠を走っている時も安心してコーナーに入っていけますね。ブレーキを踏んだ時のフィーリングも結構しっかりした感じで、一般的な乗用車だと、踏み込んだ量でブレーキの強さを調整するといった感覚なんですが、この車の場合はどちらかというと踏んだ強さで調整するといった感触に近いですかね。そして、踏み始めの時からしっかりとブレーキが効いて、最後までずっと一定の力で減速していってくれるので、峠を走っている時も安心してコーナーに進入していきます。ニュージーランドの一般道はちょっと田舎の方に行くと制限時速が80キロから100キロあたりになるんですね。ただその割にはアスファルトの路面の状態はあまり良くなくて、ただの一直線に見える道路でも結構路面の表面がうねってるんですね。それでまっすぐ走ってるだけでもハンドルが取られやすかったりして、ちょっと安定してまっすぐ走りにくいという部分があるんですが、この車はそういったところもシャキッとまっすぐ走ってくれて、自分の走りたいラインをきっちりと維持してくれるんですね。そのおかげもあってか長距離ドライブも別段苦にならないですね。では次にこの車の乗り降り性についても少し触れておきたいと思います。ファミリーカーだとスッと座れる高さのシートに対して、この車は身をかがめてしゃがんでしゃがんでしゃがんで最後お尻をドスッと乗せる、そんな感じの車ですね。なので逆に車から降りる時もシートの背もたれとかダッシュボードとかそういったところに軽く手をかけてよいしょと立ち上がる、そんな感じの乗り降りの仕方になりますね。あとはシートもお尻の方がやや沈み込むような形のデザインになっていて、そして背もたれも座面も左右の部分が緩やかに前の方に出てきています。この車の特徴である観音開き式の4ドアですね。この独特の開閉の仕方は
初めて見る方は結構おっと驚きますね。結構その反応が見てて楽しいです。2ドアの車と比べたらずっと乗り降りがしやすいですね。利便性としてはちょうど4ドアと2ドアの車の中間といった感じですね。さて、ここまで私なりにこの車に関する細かな感想を述べてきましたが、総括としてはこの車は RX-7 の時のような速さを追い求めたタイプの車ではなく、マツダのロードスターやトヨタの86のような車を操る喜びを楽しめる、そんな作りの車に仕上がっていると思います。さて、ここまでかなり長く話してきましたが、今回の動画は以上で終わりです。いかがでしたか？次回以降もエンジンルームや車内の様子など、より突っ込んだ部分についてこの車のレビューをしてみたいと思っています。興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。